はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は今年の1月に退職した私の国民年金、健康保険、そしてハローワークについてです。本日は前編として国民年金と健康保険についてお話ししたいと思います。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。私は先ほども言ったように今年の1月末で派遣の契約が満了しました。2月に入ってその翌週くらいに派遣会社から健康保険厚生年金資格喪失証明という書類が届きました。この書類は何かというと、1月まで私が入っていた健康保険と厚生年金の資格がなくなったことを表すその名の通りの書類です。皆さんご存知のように派遣社員は就業先の人間ではなく、あくまで派遣会社に所属しています。しかしその派遣会社での仕事が終了すれば、その派遣会社で加入していた厚生年金と健康保険は利用できなくなります。それなので私はその書類を持って先日区役所に行ってきました。まずは年金ですが、今回は免除申請をせずに無職の人間が属する第1号被保険者として保険料を払うことにしました。私が2020年に正社員を辞めた時は国民年金の免除申請をしました。その時の私はやった、保険料払わなくてラッキーと喜んでました。でも免除申請すると将来免除された期間分の国民年金が減額されます。その事実を改めて知った私はこちらの動画のように国民年金の追納を行いました。私が2020年以降の国民年金の免除期間は合計21ヶ月。そして動画にはしていませんでしたが、なんと去年の秋、その21ヶ月分金額にして約34万円の国民年金の追納が終了したのでありました。やっとこそ追納が終わったのに、またここで免除申請してはキリがないので、無職になって金銭的には余裕がありませんが、私は毎月保険料を払うことにしました。ちなみに私は今回の申し込みの際に付加年金もお願いしました。付加年金というのは毎月追加で400円払うことで、将来付加年金の支払い月×200円の金額が国民年金の年額にプラスされるオプションになります。例えば20歳から60歳まで第1号被保険者だったとします。加入期間は 60-20 で40年、そして40年 ×12 ヶ月で合計480ヶ月となります。もらえる付加年金の合計は加入月の 480×200 の9万6000になり、この9万6000が年金の年額にプラスされます。月額にすると8000円になります。月たったの8000円しか増えないの？プププと笑わないでください。この付加年金はたった2年で回収できますし、年金なので終身です。死ぬまで付加年金がもらえます。すごくね。だからね、一生第1号被保険者でいる方は絶対付加年金を追加した方が良いです。あと余裕があれば国民年金基金もですね。続きまして健康保険です。会社を辞めた場合の健康保険の対応としては2つ。1つ目は辞めた会社の健康保険の任意継続をする。2つ目は国民健康保険へ切り替えるです。今回私は国民健康保険、略して国保へ切り替えました。仮にもし年収がピークの時に退職される方は任意継続か国保かは注意が必要です。任意継続の毎月の保険料は多分辞めた時の給料明細記載の2倍の金額になりますが、国保は前年の年収で決まります。だから年収が高い時の退職は要注意です。それなので退職後はまず役所に行って国保の保険料を聞きに行くと良いでしょう。1年前の退職の際も
私は国保を選びました。ここ最近の私はずっと年収が低い状態なので、国保でもいいかなと思っていたからです。また今回も私が国保を選んだ理由が他にもあって、もしかしたら今回は保険料が減額されるかもしれないと思ったからです。私は国保の担当者の方に保険料免除にならないですかと尋ねました。年金の場合は免除すると年金額が減額されてしまいますが、国保はもし保険料が免除になっても病院に通える回数が制限されるとか、そういうのはありません。国保の担当者は思い出したかのように、もしかしたらこれに該当する場合保険料が減額されますと言って私に1枚の書類を提示しました。その条件とは、解雇とか倒産とかパワハラによるうつとか、そして雇い止めとか。そうです、私は先月1月で派遣の契約が満了したのであります。もしかしたら該当するかもしれませんと言われ、私は役所を後にしました。もし今回の私がそれに該当する場合、国保の毎月の保険料は 70% 減額となります。これはね、でかいよ。基本私健康なので病院には通ってません。なので毎月支払う健康保険料が本当もったいない。それが今後 30% の保険料になれば本当嬉しいね。私が家に帰ると派遣会社からの待ちに待ってた離職票が届いてました。辞めてからちょうど2週間かかりましたね。時刻はまだ午後3時でハローワークはやってます。それなので私は一日でも早く失業保険が欲しいので、その離職票を持って急いでハローワークへ向かったとさ。この続きは次回ということで、本日の動画は以上です。もしこんな1月で無職になった男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。